こんにちは、すいみです。今回の旅は青春18切符の旅、品川駅からスタートです。撮影は4月10日、切符が使用できる最終日となっています。ここ品川駅から常磐線に乗って、これから仙台まで向かいます。18切符なんですけど、はい、ありがとうございます。前回の動画では同じく青春18切符で東海道線を横浜から京都まで移動しました。興味のある方はぜひ前回の動画もご覧ください。朝6時35分発の勝田行きに乗ります。今回は個人的な目的があって東北のあるところに向かうんですが、ちょうど青春18切符が1枚だけ余ってたのでギリギリ使えることになりました。それで Vlog を撮ることにしました。実は常磐線に初めて乗るんですよね。どんな感じか楽しみです。上野、日暮里、三河島、南千住、北千住、松戸、柏、我孫子、天王台、取手の順に停車いたします。そうそう、今日は朝できるだけ早い電車に乗って出発したいなと思って6時台の電車にしました。品川駅の平日の朝7時台は激混み間違いないので、通勤ラッシュで混み合う前に乗った方がいいと思ったのは正解でした。そして青春18切符、新幹線や特急は利用できないんですけれども、関東圏を中心に走っているグリーン車がある車両には別料金で乗れるので、それで乗っていきたいと思います。グリーン券の券売機がホームにあるので今それを探しています。あったー、券売機。ここで急いで買います。ちょっと時間が迫ってきてますね。スイカを使います。やったことないんですけどポイントでも買えるみたいです。便利ですね。勝田までは1550円でした。なんとか間に合いました。よかった。乗れました。青春18切符で大移動する場合はスケジュールを組んでるので、1本でも乗り遅れるとちょっとだいぶ予定が狂ってしまいます。気をつけないといけませんね。なんと2階席に座りましたというか、結構空いてて余裕でした。前回東海道線に乗った時は祝日だったんで、すでに2階席が埋まってて1階席になってしまいました。景色の見え方がおそらく全然違うので、やっぱり2階席がおすすめですね。よろしく、鉄の宿荒川沖、7の順に終点の勝田まで参ります。次は新橋に停まります。今回は2カ所ぐらい途中下車しようと思っています。とある場所に桜を見に行きたくて、それもすごく楽しみなんですよね。ちょうどタイミング的に桜が満開になってくれたので、本当にそれも良かったと思います。こうやってまた車窓から景色を撮ろうと思っているので、いろんなところで桜が咲いている風景を撮ることができると思います。それも楽しみです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is 新橋 JT2。
ちらが本日の朝ごはんでございます。朝最寄りの駅から始発で出てきたのでコンビニおにぎりになってしまいました。これは江戸川ですね。これが江戸川か。東京の東方面、千葉方面にはあまり行かないので初めて見る景色も多いのでなんだか新鮮です。砦の手前くらいです。もうこの辺りまで来ると高い建物はなくなりますね。千葉県から茨城県に入ります。落ち着きますね。やっぱりこういう景色をずっと眺めてたいですね。のどかだな。The next station is 龍ヶ崎市. The doors on the right side will open. Please change it for the Kanto Tetsudo 龍ヶ崎 line. しばらく平野が続いてたんですけれども、進行方向左側ですね。山が見えてきました。あの山は筑波山という山です。The next station is 土浦. だいぶ田舎の雰囲気になってきました。いいですね、この感じ。田んぼがいっぱい続いてます。向こうの方にはたくさん山々が見えますね。まもなく高浜。お出口は左側です。桜が見えますね。桜並木かな。咲いてます。いいなあ、春だなあ。ここの住宅に住んでる人たちは通勤とかお散歩で毎日桜を見れますね。こういう感じの景色を見てると思うことがあるんですけど、ここに住んでる人たちはどこまで買い物に行ってるのかなとか、スーパーや病院は近くにあるのかなって変な心配してしまいます。それでショッピングセンターみたいなのを見かけると、よかったって思ってしまいます。まもなく勝田に到着です。だいたい9時ぐらいですね。なんと2時間半も揺られてました。このグリーン車のおかげでそんなに時間を感じませんでした。ご乗車いただきました。次は終点のカッサに停まります。乗り換えに15分ぐらい時間があるのでトイレ休憩とちょっとだけ改札の外に出てみようかなと思います。ちなみにグリーン車なんですけれども、途中からあんまり人も乗ってこなくてほとんど空いた状態で快適に過ごすことができました。さすが平日。これが品川発7時台とか8時台とかになるとちょっと分かりません。改札を出たとこのパン屋さんで勝田のあんパンが売ってました。ちょっとおやつに買いました。次に乗る電車9時16分発の電車です。この後ちょっと途中下車したいところがあるのでそこで降りてみます。有名な駅だそうです。私は初めて行くのでちょっとワクワクしてます。はい、では日立駅に降りてみます。だいたい30分ぐらい電車に揺られました。もうこの日立駅を降りた瞬間に寒っとなりました。気温が違う。もうこんなに東京の方とは気候が違うんですね。だいぶ寒いです。この日立駅の駅の中の建築がすごく映える感じになってるそうで、海が綺麗に見えるらしいんですよね。すごい楽しみです。こっちじゃないのかな。あれが駅の入り口かな。すごいなんかガラス張りの廊下が続いてます。あっちに海が見えますね。素敵な眺めですね。なんか絵になる。
改札、こういうことか。なるほど。海が見えますね。こういう模型もあります。向こうに見えるガラス張りの建物が海が見える映えスポットらしいですね。あそこまで行ってみます。光がいっぱい入って明るいですね。明るい駅です。眺めが絶景でしたね。一度ちょっと下の方にも降りてみました。ここからも海が見えますね。いいなあ、道路。運転したらどんな感じなんでしょうね。ちょっと怖いのかな。でも気持ちよさそう。ここでちょっとおやつタイムですね。さっき買ったアンパン食べてみます。なんとあんことホイップが入ってました。これは間違いないやつです。美味しい。時間が迫ってるんですけど、せっかくなのでカフェに入りました。海の景色を見ながらまったり過ごすには最高のカフェですね。メニューはコーヒーやジュースなどいろいろあります。ランチプレートやデザートもありますね。私はホットコーヒーだけ注文しました。さっきのアンパンと一緒に飲めたら最高だったな、これ。途中下車は1時間くらいでした。そして今乗ってる電車が10時43分発の原の町行きですね。原の町に着くまでにもう1箇所途中下車したいところがあります。去年東北の旅をした時にも立ち寄った場所なんですけれども、そこの桜を見に行きたいと思ったんですよね。13年前の大きな地震があった時に原発事故によって長い間立ち入りが制限されていた場所です。この動画をご覧いただいている方の中にはもしかするとできれば見たくないなと思うような景色があるかもしれません。駅に到着する前にまたテロップなどでお知らせします。この辺りは北茨城市にある磯原駅を出た辺りの風景ですね。向こうの方に海が見えます。今この線路のすぐ横を通っている国道6号線があるんですけれども、6号線は東京から仙台まで約353キロ続いている国道です。私が今日移動する距離とほぼ一緒だ。福島県に入りました。福島県から東北になりますね。関東からいよいよ東北に入りました。この駅名なんて読むかわかりますか？なこそっていうらしいです。こんなの教えてもらわないとわかりません。やっといわき駅です。福島県のいわき市です。
日立駅から1時間くらいでした。で、ここから先、いわきよりも先の常磐線の駅なんですけれども、電車の本数が極端に減ります。1時間に1本とかではなくて、下手したら2時間とか待たないといけない状況になってしまうような感じです。なので途中下車しようと思ってるところがそんな感じの場所なので、乗り遅れは絶対現金になります。いわき駅到着です。ここで30分ぐらい待ちの時間があります。車内はこんな感じでガランとしてますね。私はこのまま外に出ずにここで発車の時間を待ちます。さっき車内のお手洗いも借りました。はい、常磐線いわき駅出発しました。ここから先の地域がだんだん13年前の原発事故の影響を大きく受けた地域に入ってきますので、人の往来も少なく閑散とした雰囲気になってくると思います。竜田駅を出発です。この竜田駅の次の駅でいよいよ下車します。次の駅が富岡駅ですね。富岡駅で降りると次の電車までかなり時間があるので、富岡の次の夜の森駅まで散策を兼ねて歩いてみようと思います。そう、夜の森の桜並木見に行ってきます。富岡駅到着です。ここで下車します。ここから富岡の街並みなんかがカメラに映ると思うので、ちょっと飛ばしたいという方は夜の森駅を出発するところまで飛ばしていただければと思います。改札には駅員さんがいませんね。駅舎も新しい感じがします。ちょっと時刻表を確認します。電車の本数がこんな感じです。今だいたい1時なので、夜の森駅から16時10分発の電車に乗る予定です。3時間あるんですよね。そう、1本逃すと下手したら3時間ぐらい待たないといけないってことですね。もし津波が来た時の避難経路も書かれてますね。去年東北の旅をした時もそうだったんですけれども、津波に関する看板や注意書きなんかが街の中で至るところに見られると思います。ここ富岡駅は無人駅ですね。やっぱり駅員さんはいませんでした。ではこれから外に出て Google マップを頼りに夜の森駅を目指します。どこか途中でお昼ご飯を食べようかなと思ってます。今回このキャリーを引っ張ってるのでちょっと荷物が大変なんですけれども、そこは根性でなんとか頑張ろうと思います。駅前に小さい観光案内所もありますね。ちょっとしたお土産なんかも売ってました。観光客増えてほしいですね。観光案内所で地図をもらいました。右上のところ、帰還困難区域ですね。原発事故によって立ち入りが制限されているエリアです。地図を見ると、徒歩圏内で回れるところがいろいろあります。震災や原発に関する施設も何軒かあるみたいです。こんな感じでご飯屋さんの案内とかも載ってました。結構飲食店ありますね。今回は夜の森駅を目指していくので、施設関連には立ち寄ることができないんですけれども、今からちょっとご飯屋さんを目指していきます。なんかあの上登れますね。行ってみようかな。遠くの方まで見渡せるんでしょうか。どんな感じかな。向こうの方に海が見えますね。橋と、あと防潮堤ですね。
さっき降りてきた富岡駅です。富岡駅は13年前の東日本大震災の時に津波の被害を受けたそうです。確かに海が近いですよね。駅前もすっきりと広い印象です。復興後にきれいに整備されたという感じがします。とりあえずご飯屋さん目指します。歩いてる人がいませんね。車もたまにしか通らないですね。ここです。オラフ屋さんというとこなんですけど、ちょっと閉まってるっぽいですね。残念でした。定食とかが食べられるとこみたいだったんですけど、閉まってたので他の飲食店を探します。進行方向の途中に中華屋さんを発見したんで、そこに入ってみようかと思います。お店やってました。久しぶりに麻婆定食というのを頼んでみました。こんな感じです。麻婆豆腐食べるの久しぶりですね。ピリ辛でご飯の上に乗せて食べてもなかなか美味しかったです。店内はお客さんが3、4人ぐらいのグループの方ですかね、いらっしゃいました。平日というのもあってか、観光でうろうろしてるのは私ぐらいでした。ごちそうさまでした。3時間もあると思ってたんですけど、気づけば1時間以上経ってました。ちょっと急いで夜の森駅目指します。富岡川、ここを渡ります。桜が咲いてますね。富岡第一中学校の皆さんで描かれた漁港の絵画です。素敵な作品ですね。看板にちっちゃいですけど夜の森って書いてます。あとどのぐらいかかるのかな。地図ではあと 1.5 か2キロぐらいかなと思うんですけど、頑張ります。しばらく歩くと桜並木みたいなのが見えてきました。これかな、夜の森の桜並木。もうちょっと歩いて行ってみよう。多分合ってるはず。ここ夜の森地区は13年前の原発事故によって長い間帰還困難区域となっていた地域なんです。そして去年ようやく夜の森のほとんどの場所が居住可能ということになって、1143世帯の方々が生活をされているそうです。とっても綺麗ですね。お花見に来てる方がちらほらいらっしゃいますね。
さっき近くを歩いてた方が会話されてたんですけれども、ここからはバリケードが張られてて、向こうには立ち入ることができなかったんだよというようなことをおっしゃってました。そういうリアルな声を聞くと、映像や情報でしか知らなかった私も、本当にここで現実に起こってたことだったんだなというのを肌で感じることができました。去年同じ道をレンタカーで通ったんですけれども、その時はもっと廃墟のような建物が点々と今より目立ってたように思いました。去年帰還困難区域が解除されてからここ1年で新しい家がポツポツと立ち始めてるのかなという印象を受けました。私は単なる一観光客なんですけれども、言ってしまえば縁もゆかりもないこの土地に来て、桜並木を見てただ一人感動してます。桜並木夜もライトアップしてるそうです。いいなあ、それも見てみたいなあ。夜の森駅です。思ったよりちょっとだけ早く着きました。もうちょっと桜を見てうろうろしてみようかな。こちらは富岡の小中学校の皆さんが描かれた作品ですね。夜の森の駅です。夜の森駅の周辺にも桜があちこちに咲いてるのが見られます。線路沿いにもこんな感じで桜が咲いてますね。あの辺りも満開ですね。いい感じのカメラを持った方が桜の撮影をされてました。平日でもそんなに混み合う様子はないので、結構穴場かもしれませんね。富岡駅からここまで歩いてきた道中はほとんど車とすれ違わなかったんですけど、皆さん桜見に来てるんですね。車やバイクがよく通ります。この夜の森駅なんですけど、常磐線が全線復旧した2020年、電車は使えるようになったんですが、その時点ではまだ一部が帰還困難区域となってました。そして去年ようやくというところだったんですね。住民の方たちはどれだけ待ち望んでたことでしょう。ここは駅前から見える景色なんですけれども、おそらく震災の後、きれいに整地されて、空き地の間にポツポツと新しい家が建っている様子が見えます。駅に戻ってきました。もうそろそろ出発時間が近づいてきます。自動販売機におでんというのを発見しました。こんなの見たことなかったです。東北限定ですか？お腹が空いてなかったのでおでんは買いませんでした。ちょっと興味あったんですけど、またどっかで見かけたら買ってみようかと思います。それでは4時10分発の電車に乗るので、これからホームに向かいます。駅の前で何人か待ってる方がいらっしゃいました。次の電車までの時間が長いので、駅前のベンチなんかで時間を潰してらっしゃったんだと思います。桜見に来れて本当に良かったです。夜の森駅も無人駅ですね。駅の方は誰もいらっしゃいませんね。18切符なのでそのまま入っていきます。
と、今あれがありましたね。これです。放射線量がわかる電光掲示板です。放射線の専門的なことはわからないんですが、さっきの数値は 0.144 マイクロシーベルト、安全基準値内となってます。約5分遅れで電車が来ました。原の町行きです。電車来ないのかなと思ってちょっと焦りました。よかった。次は大野です。原の町まで行って、そこでまた乗り換え、そして仙台を目指します。この辺りからちょっと疲労が来てます。なんだかもう今すぐ寝てしまいそうな感じ。そうですね、今日は結構だいぶ歩きました。歩いたのでそこそこ疲れが溜まってます。浪江駅です。今日降りた富岡駅からこの浪江駅までが長い間使用することができなかったんですが、2020年に全線復旧したということです。この辺りが小高駅の手前なんですけれども、この小高という駅、海からは約2キロほど離れてるんですが、東日本大震災の津波がここまで押し寄せたらしいです。窓からは海の景色は見えないんですけれども、当時津波の威力がそれほど凄まじいものだったということは分かります。原の町到着です。ここで仙台行きに乗り換えます。乗り換えはすぐ向かいのホームです。16時50分頃ですね。原の町から出る電車も約5分遅れで出発しました。すみません、もうこの辺りから睡魔が限界で爆睡モードに入ってしまいました。南相馬市や相馬市の景色を眺めたかったんですけど、どうしても睡魔には勝てませんでした。というわけで青春18切符お疲れ様でした。仙台に到着しました。残り2回分友人からもらって、前回の動画と今回と合わせて全部使いました。ではこれから晩ご飯食べに行きましょう。エスパルというビルの中に郷土料理のお店があるので、そこへ行ってみます。宮城県の郷土料理を出されている宮城野さんですね。宮城県の郷土料理ってほとんど食べたことないんですよね。とっても豪華なメニューが並んでます。どれにしようかな。はらこ飯とカキフライのセットを注文しました。ただカキフライが切れてるということだったので天ぷらになりました。こんな感じで全部美味しそう。はらこ飯おかわりしたいぐらい美味しかったです。新鮮なプチプチしたイクラ、久しぶりに食べた気がします。美味しかった。今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録とグッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。